皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年1月22日の生放送を行っていきます。というわけで、皆さんいつも放送前から多くの方が集まっていただきありがとうございます。もう本当ね、いつもやってきてくれる人たちがこんなにいるというのは本当嬉しいことです。まあ、いわゆる固定ファンっていうやつですよね。で、まあ、いつも書かれている方だけではなくて、本当にふらっと言った方っていうのも全然見ていく分にはいいですし、発言をする場合においては、チャンネル登録してから少し日が経ってからっていうちょっと条件付けはさせてもらっているので、その点だけは少しご注意ください。としくん、声の調子が、かなむさん、上川さん声、やっぱり辛そうっていうことなんですけれども、一応お医者さんに行って、まあこの症状は咳喘息でしょうねということで、ステロイド剤の吸引のものをもらって、これ3ヶ月ぐらいちょっと飲み続けると言えばいいのかな。吸引し続けていきましょうっていう、まあそういった話をちょっとお医者さんとしてまいりました。まあその後一応ステロイド剤を吸入し始めたんですけれども、じゃあだからといっていきなり1日でバーンって良くなるかっていうとそういうわけでもなくって、まだ数日しか吸引し始めてないっていうこともあって、この喉がですね、少ししわがれたっていうふうな、ちょっと枯れた感じになってますね。まあこの状態はちょっとしばらくは続くんじゃないかなとは思っております。これは今治療はしてますけど、以前2年前ぐらいの風邪をひいた時なんかは、こういったお医者さんに行くわけでもなく、普通に治るの待とうっていう感じでずっと言ってたの。1ヶ月ぐらいこういうガラガラな声でちょっと活動したこともありますんで、まあその頃のことを、覚えてる方がどれくらいいるかわからないですけど、まあそんな感じで、少し喉はガラガラとした感じになっております。まあそういうこともありつつ、でも活動はやっていきますよという感じですね。で、喉の調子がいよいよこれはもうダメだなぐらいな感じになったら、その時は時間がちょっと早めでも、まあ残念ながらそこで今日の生放送終わるっていうことにはしようかなと思っております。まあただ、この声がちょっと変わってるというかガラガラっとしてるっていうのはあるんですけど、以前に比べると咳込む回数はものすごく減ってます。以前とだとですね、ちょっと喋ろうとすると喉があっという間にムズムズムズっとしてきて、その後咳込みが、1分2分ぐらい続いてもう腹筋痛くなるわみたいな感じになってたんですけど、今はそういったこともなくなって、たまに5本、忘れたかなぐらいで思い出したかのようにまた5本っていう感じで、ちょっと感覚的にはかなり長くなっているので、少しずつではありますけれど良くなっていくかなといった感じですね。こたつねこさん、喉の調子はちょっと、声がガラッとしてる感じではありますけれど、全体的には良くなってきているだろうなーっていう感じです。はい。
はい。というわけで、いつものようにですね、コミュニティの方で皆さんからの事前に投稿募集しておりますので、こちらの方の話題を中心にして行っていきますけれども、まあ、あくまでもこれは一つの基盤となっていく部分で、これ以外の話としても、まあ私がちょっとチャットを見ながら気になったなーっていうものについては、その度に、ああ、そういう話あるよねっていう形で取り上げていくっていう形をとっていきます。関連してのニュースとしてはパッと一応何個も一応用意してありますので、ある程度の範囲で皆さんからの、関心というか、こういった話題について気になるよっていうものについては、よいしょ、土台となるお話は一応集めてあります。よいしょ。はい。というわけで、本日の一つ目、こちらまず並べ替えで評価順っていう形で行っていきます。それとですね、コメントの書き込みについて読み上げるときは、ちょっと喉の調子がとか、ちょっと飲み物飲みたいなっていうときは、読み上げソフトを挟ませていただきます。今日の書き込み一つ目紹介はパープルさん。書き込みありがとうございます。では早速書き込みを読み上げソフトでいきます。Uや米などで五輪参加の人たちへ自身の携帯端末等持ち込まずに大量品を使用するようアドバイスしているとのこと。日本も同じような姿勢を見せてほしいですね。現地で Wi-Fi につないだら情報は全部吸い上げられそうなので、その貸与品にも自身のデータは入れちゃまずそうだけど。ということでまずは北京オリンピックの話題でございます。そろそろっていう感じで少しずつ開催が近づいてきているわけなんですけれども、この中国でそれぞれ選手団やもしくは関係者があっちに行った時に、結局のところインターネットを使おうと思ったら完全にこの中国のサーバーを通してじゃないと基本的にはインターネットにつなげないもんですから、もうそこら辺は中国共産党にしてみれば全部監視網の中にあるんですよね、サーバーは基本的に。そういった意味では何を喋ったかっていうのもそうですし、誰とつながっているのかっていう情報など、それぞれの端末がどんな情報を持っているかを吸い上げようと思ったら、吸い上げ放題になりやすいよっていうことから、それぞれ普段使っているものじゃなくて、この大会の時だけに必要なところだけに連絡するよう、そんな感じの携帯端末だけにしてくださいねっていう話が奨励されています。こうした情報だけではなくて、食べ物なんかについてもやはり北京オリンピック、中国特有だなっていう話もあって、例えば中国で、お肉ですよね。野菜もなんかもそうなんですけれども、やっぱり薬品漬けになっているっていうこともあって、その中においては筋肉増強剤のような、もしくは成長促進剤と呼ばれるようなものなんかが使われていて、もしもそれが体の中に入ってくると、後でドーピング検査に引っかかってしまう危険性もあるので、食べるものには要注意なんていう話も結構あったりしますね。よいしょ。何しろ基本的に管理国家っていうか、もう全てを管理することが基本になっているような国なので、どうしてもこういう対応っていうのは全員がしなければなかなかまともなことができないっていうね。今ニュートンさんが VPN を使ってもダメなんですかっていうことなんですけど、基本的にはVPN を使ってもそれは後から追っかけてくると思った方がいいんじゃないでしょうかね。グレートファイアウォールって言って中国共産党の一応範囲外になんとか出ようっていう手段はあるわけなんですけれども、でもそういうものを使ってるぞっていうのを後で調べられて追っかけられてきて、さあこの人何喋ったのか何通信してるのかなって集中的に後で調べられる可能性とかもあるので、疑われるようなことをしない方が無難かなっていうところですよね。よいしょ。で、BBC が伝えているニュースを一つご紹介します。この北京オリンピックなんですけれども、もしも選手が人権問題で発言したら、処罰する可能性がありますよっていう話がちょっと大きく取り上げられています。この BBC の写真でこの Free Uyghurs って書いてありますけれども、やっぱり
人権問題っていうのはまさに中国の今一番大きな問題として広く報道されていますから、その件について選手が中国で大会があるから選手としては来たんだけれども、決して人権問題に支持しているわけじゃないよっていうことをもしも言おうものなら、お前は何政治的な発言しているんだみたいな形で目をつけられるかもしれない。そして目をつけられるだけではなくって、いわゆる警察のご厄介になるかもしれないっていう話ですよね。ちょっと怖い話ですけれども、あちらの国の場合だとそういったことが平然と行われる。その危険性を十分みんな考えてねっていう話ですよね。今回の北京オリンピックなんですけれども、基本的には東京オリンピックと同じでバブル方式といって、選手団関係者はどこかに行くんだったら、その行ける範囲っていうのはもう最初から指定されていて、それ以外のところに行こうものなら、ちょっとあなたバブルの外になんで勝手に出てるのっていう形でしょっぴかれる可能性があるということなので、その延長線上でちょっと北京に来たんだから好き勝手しようよみたいな感じで出歩いて写真バシャバシャ撮ってなんていう形でやっていたとすると、そしてその人が中国の様子を写真に撮りながら、例えばツイッターなどにもう中国っていうのは本当にひどい国だなみたいなことをバンバンと発信し始めて、それが拡散されていってなんていうことになると、それが政治問題化するかもしれないっていうわけですよね。ただしこれは基本的にどっちが悪いのかって言ったら間違いなく中国側の方が悪いわけで、新疆ウイグルもそうですし、香港問題もそうですし、チベットもありますし、内モンゴル地区なんかもかなりの弾圧が今進んでいるっていう話があるので、そういった意味では人権問題に非常に関心がある選手がこういった問題に言及したとしても、別にその選手が悪いわけじゃなくて、悪いことやってるのどっちなのって言ったら、私は中国ですよっていう話だと思いますね。という具合にして中国についてはもうこういった問題があります。で、この中国に対してですね、どこだったかな、あった。で、今日本人がどのくらい中国のことをいいと思ってるのか悪いと思ってるのかっていうちょっと世論調査がされていまして、こちらはですね、確か今日のニュースだったかな。日付は、そうだな。今日の夕方のニュースで出てたんですけれども、日中関係良好だと思わないっていう人が 85% ですよというのが、日本の内閣府の世論調査で出ています。これを見て、85% 高いと見るか低いと見るかは人それぞれなんですけれども、私はまだまだ上がる余地があるのにな、15% の人たちはどういう人たちだろうなっていうのをちょっと思ってしまって、今の日中関係っていうのを基本的に関心のある人であれば、例えば尖閣問題であるとか、もしくは中国っていうのは基本的には反日的な教育みたいなのをやってますよっていうことを考えると、とてもじゃないけれど日中関係良好だなって思えるような状況じゃないわけです。じゃあそんな状況なのに 85% しか問題視してないっていうことは、 15% の人はもう全く政治に関心がないんじゃないかなって結構思っちゃうんですよね。この 15% の人たちがそうやってもう中国のことを全然考えたこともないよっていう状況はね、ちょっと悲しいなと思うし、それがですね、単純に今生活が苦しくて、今の自分の生活、身の回りのことを考えるのに手一杯で、そんな外交関係のことなんて全然考えられないよっていうんであれば、これは経済問題なので、そっちを国内政治として頑張らないといけないんですけれども、経済的に豊かなんだけどそんなん関係ねえわって言ってる人がいるんだとしたら、もうちょっとこのパーセンテージを上げれる余地があると思うので、やはり今の日中関係問題だなって思う人が90% 以上っていうのがずっと続くぐらいの方が今の日本の状況としてはいいかなと。そうじゃないと尖閣問題なんて問題視しない人がいっぱいいると、全然多くの人たちの支持を受けられないですからね。私は特に尖閣諸島には公務員ともしくは施設をしっかりと建てて常駐するのがいいって話をしています。もしもこういう話をしても、中国関係のことに対して危機感がない状態だと、なんでそんなことするのみたいな感じで、むしろ後ろ向きの指摘をされる方たちも絶対出てきてしまうので、なるべくこの 15% 問題視してない人たちを問題だなって思えるような、そんな状況っていうのをね、ちょっと作りたいなと思いますよね。
ただこの内閣府の調査なんですけれども、やり方としては18歳以上の3000人を対象に郵送で世論調査を行いっていうことなので、ちょっと一般的なテレビの世論調査とかとは違いますね。今のテレビ局や新聞の報道のやっている世論調査っていうのは、固定電話と携帯電話、こちらの方で、電話番号をランダムで作って電話をかけまくる。そして電話をかけまくった末に回答者が1000人から1200人ぐらい集まれば、統計値としては使えるだろうという形で世論調査として発表するという形になっています。以前だとこれが固定電話ばっかりだったので、固定電話で今家にいてそういった世論調査に答えられる人たちっていうのが、特に高齢者の人たちに偏っていたっていう問題があるので、以前の状態だと本当にもうテレビばっかり、ワイドショーばっかり見てますみたいな感じの人が答えるんで、世論調査の状態としては悪かったんですよね。ここ最近だとそうした意味では、携帯電話にも積極的にかけるようになったこともあって、少しはまともになったはずなんだけど、でもやっぱり関心のない人はいっぱいいるんだなーっていうのをちょっと思い知らされる、こういったニュースですよね。残り 15% の人たちが、これから日中関係のこと問題だよなって言って、だんだんと問題視する人が 90%、95% とか、そのぐらいになるような状況っていうのが今の日本には必要かなと思っております。といったわけで、パープルさん、話題提供ありがとうございました。それでは、皆さんのチャットをちょっと覗いてみましょう。佐藤ひろみさん、バイキングもう終了お疲れ様でした。突然の話題ですね。バイキングは終わるべくして終わったみたいな話はあるので、そんなにまさにお疲れ様でしたって言って明るく流していい話題かなと思いますよね。おもちパンダさん、スマホに内閣支持に関する世論調査来ましたよっていう。確かにそういったパターンもありますね。本当でも珍しいですよ。一つ一つの世論調査は結局のところ電話かけまくって出ない人たちもたくさんいるので、多分2000とか3000とか、そのぐらいはかけまくってると思うので、その中で自分のところに来たよっていうのはすごく珍しいことだと思いますね。あとはこの世論調査って質問の時に、どんな質問文にするのかっていうのが結構大事で、質問する側がきっとこう答えてほしいんだろうなと、ちょっと伺えるような質問の仕方とかもありますからね。よいしょ。パルパルパル。日野江さん、尖閣への審判ほぼ毎日あるけど、ニュースにたまにしか載らないもの。スクランブル発信とかもそうですね。こういった話題っていうのは、特にインターネットで気にかけてようやく見つけるみたいな形になりますよね。私の場合だと、この尖閣諸島周辺に中国の海警の船が何日間いるかっていうニュースは、ほぼほぼ産経新聞のネットニュースでしか見かけなくって、テレビで見たことはほぼないんじゃないかなっていう感じですよね。だから自分が知ろうと思わない限りは、尖閣諸島周辺にもう中国の公船がずっと居座ってるよっていうのを、そもそも知らない人っていうのも結構いるんじゃないかなと思いますね。レンさん、お茶代ありがとうございます。山下秀樹さん、自動音声の失礼な世論調査よく来ます。いや、世論調査の電話がよく来るってすごいですね。ランダムなはずなんですけどね。電話番号は。結局あれは、時間を奪うんだけれども、特に何か見返りがあるわけでもないので、本当に答える、なんていうか義理はないって言うと変ですけど、
まあ特に何もならないですからね。雨の中の熊さん。CLP 問題もマスコミ報道が全くないのが怖いですということですけども、この CLP 問題については私も地上波のテレビ局で取り扱っているところはなかったんじゃないのかなっていうぐらい全く見ませんでしたね。インターネットの上ではツイッターでもそうですし、ネットニュースでもこの CLP 問題とかは出てるんですけれども、まあテレビでは全然出てないですから、情報源がテレビだよっていう人に関して言えば、この CLP 問題そもそも存在すらちょっと知らない状態なんじゃないかと思いますね。よいしょ。よいしょ。で、この CLP 問題については一度動画にはしましたけれども、まあ、結局のところですね、今の執行部は以前の枝野さんからは変わったんだから私たちは関係ないっていう、そういったスタンスに立ってるんですよね。まあ確かにそうかもしれないけど、でも党としてやっていたことについて断罪しないとダメでしょって私は思う方で、特に枝野さんであるとかその周辺が全く知らないわけがないと思うので、なので以前そういうことをやっていたっていうことが分かったら、今の執行部は改めて以前何が行われていたかっていうのを調査委員会を立ち上げて全部報告書を上げるぐらいのことをして、その上で、お金がこんなところに流れていたらおかしいじゃないかっていう話をしないといけないんですよね。もう説明責任はしましたから問題ありませんっていうこの態度は私は間違ってると思います。で、この一応 CLP 問題っていう枠組みでお話はするんですけれども、お金の流れ自体から言うと CLP よりも他の、別の会社ですよね。9億円近くが流れていたっていう方が、私はそっちの方が問題だと思っていて、この CLP っていうのは確かに自分たちにとって都合のいいメディアを立ち上げようとしていたわけですけれども、お金の流れ的にはまあ1500万円ぐらいだったと。でも、元シールズの人たちが立ち上げた会社に対しては、ブルージャパンですね。ブルージャパンに対しては、9億円近くが流れていて、彼らの活動、つまり、自分たちにとって都合のいい自民党を攻撃する活動家の人たちに対しては、政党助成金でもらったお金をいろんな広告費ですよっていう名目をつけて、合法的に政治活動支援金みたいな形で渡っちゃってるわけですよね。元では税金なわけですから、その税金がそういう形で渡っていて、それらの人たちがプロ市民的な活動をしていて、さあこれから反政府活動しましょうぜみたいなことをやってるわけです。これとてもじゃないけれども、政党のやるべきことじゃないだろうと。一体何のために税金でこういう政党活動にお金を当ててるんだっていうね。もう完全にお金の使い方間違ってる話で、そのあたりのことを今の新しい執行部が断罪できないんであれば、やっぱり体質的に立憲民主党はダメな党なんだな。個人がダメなんじゃなくて、本当党全体でもう腐り切ってるんだなっていう、そういう証明を自らしている話だと思いますね。というわけで、ちょっとその話とちょっと絡むんですけれども、田口さんの書き読みをご紹介していきましょう。上川さん、こんにちは。今夜もライブお疲れ様です。さて、立民の枝野前代表が党員40人以上とともに離党の準備を進めているという報道がありましたが、本当に離党、新党立ち上げはあると思いますか？まさかの社民、共産党との合流だったりして。というわけで、田口さんの書き込みありがとうございます。こちらの方ですね、こちらもインターネット上のニュース記事として流れていたもので、立憲民主党の旧執行部の人たちを中心として、枝野さんがもう党を分けて別のところで活動するかもなというニュースなんかが流れております。実際にするかどうかっていう話になると、結局のところ枝野さんの腹積もり一つっていうこともあって、私には予想はつかないんですけども、ありえない話じゃないと思いますね。特に自分が党の代表から去ってしまったっていうこともあって、
まあ言いたいことも言えなくなったこの世の中じゃみたいな感じでちょっとふてくされてるような状態なので、それだったらもう自分の党でやりたいなっていう、そういうなんていうかな、未練がましい気持ちあるんじゃないかなっていうふうに私は枝野さん思ってるので、まあただしですね、この党を新しく作りますよ、分けてやりますよってなると、やはりどのくらいの資金を持っていくかっていう問題があるので、なかなかそうはうまくいかないだろうなと。いわゆるお金のパトロン的な政治資金の出元になるような人物がくっついてこないとなかなかこういったさあ党あるぞみたいな話にはならなくて、どっちかっていうとこの後冷や飯を食わされたんでしょう、あなたみたいな人たちを囲い込んで、今の執行部がまあ次の選挙で負けたのを見越して、まあ自分たちがもう一回入れ替えてっていうのを狙うんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、少なくとも今の状況だと、まあ、参議院選挙もおぼつかない状況ですからね。となると選挙で負ける、選挙で負けたら分裂するみたいな流れなんだけれども、その先手を打ってまあ今の憶測であるような、もう先に党を割るっていう可能性もあるかなと。まあこのあたりはちょっと一寸先は闇みたいな話で、未来がどうなるかちょっと読めないとこですよね。ただ枝野さんの場合だとなんだかんだ言って共産党との関係をズブズブとまあ続けそうだなっていう感じはちょっと思っております。まあ、ちなみにこの選挙絡みで言うと、まあ次は参議院選挙なわけですけれども、衆議院選挙の時に負けた、辻元さん、まあ、こちらはですね、参院の方にくら替えして、選挙出ますよみたいな記事なんかももうすでに出ております。この衆議院選挙で負けた時、結局のところ選挙区の人たちからの信任を受けられなかったからっていうことで、もう一回活動を見直しますみたいなことを言っていた辻元さんなんですけど、もうあっという間に参議院選挙に出るんかと。もう反省あんまりしてないよねとかね。衆議院で負けたんだからもう一回衆議院でやり直すみたいな形で何年か待てばいいっていうことは全くする気がないっていうところですよね。古市さん連合の支持が得られない点で本当に割るのか疑問が残る記事ですねっていうことですね。そうですね。連合はもう基本的に今の立憲共産党と化した状態だともう連合としては協力ができませんよ。あくまでも個人として応援できるかどうか選別させてもらいますねっていうことを言われていますね。下流再々さん、辻元さんは地元で支持率が高いからねっていうことですね。まあそうなんですよね。今回は衆議院選挙で辻元さん負けたんですけれども、それ以前であればずっと勝っていたっていうこともあって、決して、なんか比例代表でなんかスルーといつの間にか復活してるとかじゃなくて、衆議院の普通の小選挙区の方で今までは勝ってきた人なので、まあある程度の支持者はいるのは間違いないですからね。よいしょ。で、これまでは立憲民主党の、支持基盤の一つであった、連合なんですけれども、労働組合ですね。この新しい方が会長になってからというもの、完全にこの立憲共産党っていう枠組みに対しては、絶対これは受け入れられませんよっていうことで、ノーを突きつけています。で、そのノーを突きつけているっていうことを、まあ、明確にこの頃、発言もしているし、行動にも出すっていうことが記事になっておりまして、連合の野党離れ、なくした政治の軸っていう、まあ、こちら朝日新聞の記事なんですけれども、まあ、連合は今の立憲民主党の枠組みで共産党と組み続けるんであれば、もう協力はできませんよということをはっきりと明言するようになっております。なので今後どうなるかっていうことになると、国民民主党っていうのがあって、そちらの方との、関係を強化するのではないかっていうのが朝日新聞の記事でございます。こちらは都民ファーストと今
国民民主党っていうのがある程度手を結ぶよっていうニュースなんかも先頃ありましたけれども、そうした意味では連合がこちらの方について、立憲民主党は結局共産党とくっついた状態なので連合の支持を受けられないっていう形になろうとしています。で、これに関しては、枝野さんが分裂するか分裂しないか、新しい党を作るか作らないかとはもうちょっと関係ないところで、連合は今の立憲に対しては、もう離れるっていうことをちょっと決めてる状態ですよね。まあ、たとえ枝野さんが新しい党を作ったとしても、共産党との関係がある以上、連合はもうついてこないんじゃないかなっていう状況になりつつあります。こういった労働組合がどのくらいの集票マシンとして働けるかっていうのは、現代だとなかなか読めないものにはなってきてます。不動票がどのくらい動くのかなっていうのが気になるぐらいですから。まあ、ただし、全く票がないわけではないので、まあそういった意味では、大きな支持母体の一つがもう今の立憲共産党の路線に対しては、さようならをしている状態になってきております。まあ、このあたりはちょっと注目すべき、政治というか選挙に絡んでの話でしょうかね。というわけで、田口さん、話題提供ありがとうございます。まあ、この後、枝野さんがどう動くかっていうのは、まあ、正直、あんまり大きな動きには、なんていうかな、やればやるほど、政党としては分裂して小さくなっていって、声が小さくなっていくので、まあ、ほとんど意味がなくなっていくんだと思いますけどね。まあ、結局のところ野党っていうのはある程度の議員の数がいるからこそ、与党から見た場合の野党の勢力が大きいなっていう意識するんですけども、小さく分かれれば分かれるほど小粒になっていくので、そんなにまあ気にしないでいいかなって自民党の側は思っちゃうんですよね。まあそれだと自民党に対する圧迫感はゼロに近づいていくだけだなと思っております。よいしょ。戦国さん、野党でいたいと。そうですよね。まあ、野党でいたいというか、野党にしか、まあ、なれない党というかね。もう、行動様式そのものが完全に、もう、どうやって日本を良くしようじゃなくて、どうやって、政権与党を批判しよう、攻撃しよう。で、それでみんなに仕事してる感をアピールしようっていう、そっちの方にものすごく偏っていますからね。ひなののさん、野党が推してたコロナ専門家の横浜市長ポンコツでしたね。そうみたいですね。まあ私は、ちょっと神奈川県のことはわからないですけど、当選直後というか、少しの間、期間がそんなにもないにもかかわらず、横浜市長これダメなんじゃねっていう話がもう出てましたからね。何年かしてボロボロっとおかしくなってくるとかじゃなくて、もう当選直後からやっぱこの人ダメだったね。コロナのせいで、まあコロナのせいでっていうか、コロナがあったからこそ一応当選したんだけども、ちょっとこれ普通の時だったら絶対なれなかった人だろうなっていう話にはちょっとなってますよね。キャットウェルカミングさん、上川さんは方言が出ないな。いや、方言は多分出てると思いますよ。ただ、世代的に言うと、自分の世代だと、そんなに、学校の中でも、まあ、方言はちょっと少なめになってる世代だと思います。まあ、地域によっては、若くっても、もうみんなが方言でブワーっと喋りまくってるよっていうところは、あると思います。例えば関西地方とかだと別に子供だろうと大人だろうと関係なくみんな、まあ、方言で喋ってるだろうな、いわゆる関西弁ですよね。まあ、関西弁で喋ってる人たちはもう自分たちはもう別に方言っていうのに特に違和感なくしてると思うんですけど、まあ、私の育っていたところはそういった方言っていうのがだんだんと廃れる一方の場所だったので、まあ友達との会話でも学校でも教室でもわーわー喋ってる時もあんまりその方言は出ないかなという感じですよね。
雨の中のクマさん。おかげでベリーショートの女性が嫌いになりました。髪型では嫌わないでくださいってやつですよね。うん。かこさん、お茶代ありがとうございます。ほんとね、別に髪型に罪は全くないんですけれどね。本当に。ひどいものでございます。もう、ベリーショートっていう髪型からしたらまさに、風評被害もいいとこですよね。巻き添え被害とでもいいのか。さて、それじゃあ次行きましょうかね。ゆうさん書き込みありがとうございます。上川さんいつもありがとうございます。配信楽しみにしている60代女性です。参院在住です。一票の格差是正のため、地方の議員が減る改革についてはどのようにお考えでしょうかということですね。参院在住ということでありがとうございます。私、鳥取で生まれは違うんですけども、幼稚園ぐらいの時に、鳥取県に引っ越して、これが親の転勤の、で、一緒に移り住んでっていう形で、そこから、成人するまでずっと鳥取県で育ってっていう形で、ずっと鳥取が、生まれではないんですけども、ほぼほぼ心のふるさとでございまして、そういったこともあって、田舎の生活をもうずっと、していた人間なんですけれども、さて、こういった地方の話題になると、人口が減っているっていうのがあって、必ず選挙が終わった後になると、一票の格差問題っていうのが言われるようになります。田舎の方は人間の数がどんどん減る。一方において東京にはみんなが人が行くので、その一票の格差がどんどんと開いていってしまうので、選挙区を田舎の方だと統合して、小選挙区なんかそうですよね。どこかの県だと3つあった小選挙区が2つになりますよであるとか、2つあったものをさらに1つにしようみたいな合区とか、そういったものもどんどんと起こってきていて、地方出身の議員のその枠そのものがだんだんと減ってきてますよっていうものがあります。これはですね、残念ながら確かに、今、ひなのさんがチャットで書いてありますけど、地方切り捨てになるっていうのは確かにその通りなんですけれども、私自身はそれはもう、この前提条件からすると仕方ないなと思ってる方です。例えば鳥取県の場合だと、県民の人口は、日本で一番少なくて、死者誤入して60万人ぐらいと。県全体で60万人ってことは、大都市であれば一つの町で、100万人とかいる町もたくさんある状態なので、それらに比べると、県一つでっていうことを言われるとちょっとね。で、そこからの議員の数、うちは田舎なんだから一人二人もっと出させてくれよって言われても、多分それ通らないんじゃないかなと、ちょっと思っちゃうので。で、私自身としては、そういったことを考えると、今の衆議院、参議院の2つせっかくあるんだったら、どちらかをどちらかをっていうか、参議院の方をそうした行政単位で一つは確実に保障してあげればいいんじゃないのって思ってる方です。つまり衆議院の方は確かに一票の格差をちゃんと考えた上である程度の平等性を確保するにしても、参議院の方としては行政区、例えば都道府県で言えば47あるわけなんで、最低一つの都道府県につき一つの席は確実に用意しますよっていうものにした方がいいんじゃないかなと。そうしないとどんどんとこの格差っていうのは広がっていきますからね。田舎の方は基本的に人口がどんどん減っていくばっかりなので、そういった意味では今の議席数を確保しようってなってもちょっと無理がありすぎるんですよね。あとは私自身は都道府県統廃合っていうのをした方がいいと思ってる方の人間なので、そういった大きな塊である程度の選挙をするしかないのかなというちょっと思いますね。何しろ鳥取県今さっき言いましたけど50何万人から60万人程度なので、せめて隣の県と合併した方がいいだろうぐらいには思ってますけれども、なかなか地元だとそういった考えは異端扱いですからね。古くからあるからそういった県の枠組みを壊すべきじゃないっていう人たちもたくさんいるんですけどね。
もう今の人口減少がめちゃくちゃ激しい時代において、そんな枠組みをいつまでも残し続ける理由ないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ憲法と同じで状況が変わったらある程度そういった行政単位、行政の地図の線割りなんかについてもやはり柔軟に変えていくことが必要になるんじゃないかなと思いますね。うん。幸子、塩田さん、同州制。まあ同州制ですよね。まあ一番わかりやすい言葉で言うと。まあどのくらいのブロックに分けるかっていうその具体論になった時にさあ大変っていうことにはなるんですけれども、でも今のままじゃダメでしょっていうこの危機感はやっぱり必要になるかなと思いますね。うん。ああ、なるほど。逆に衆議院の方に県に1議席っていうパターンもあるのかな。まあそこにはね、だからどうやるかっていうその手法、やり方についてはいろいろな手があると思うので、そこは話し合っていけばいいと思うんですけれども、ある程度の枠組みで、その行政単位で最低1は用意するっていうのをどこかで確保してあげなければ、やはり田舎の声がまるっきりバッサリ切り捨てられてしまうっていうのはあるので、まあそこはやっぱり確保する必要があるんじゃないかなと思いますね。雨の中の熊さん、同州制には賛成ですかっていうことですけど、私は賛成の方ですね。まあただ同州制のその単位がどのくらいかっていうのはちょっとイメージは人によって違うと思います。もう私なんかだと今だとその中四国であればもう中国地方は一つでいいと思ってるぐらいで、中国、四国、九州とか、まあ、いわゆる大きな地方ブロックそのものを一つのまあ州とか道にすればいいんじゃないかなと思ってますね。まあ北海道は変えようがないですけど、まあ北海道、東北とかそういったもうブロックでドカーンと作ってしまってもいいんじゃないと思ってる方ですね。まあ実際にはものすごい反対意見が出るんで、なかなかそうはうまくいかんだろうとは思いつつも、でもね、どんどん小粒になっていく自治体が増えていけば、まあ行政単位としてだんだん機能がしなくなってくるんじゃないかなと思いますからね。さて、それでは次行きましょうかね。佐藤ひろみさんの書き込みをご紹介します。こちらは読み上げソフトを使わせていただきます。今日お昼のニュースによると、さらに14道府県にまん防の適用が追加される見通しで、これまでに適用されている自治体とすべて合わせると30都道府県に上る状況となっています。コロナ対策政府分科会の尾身茂会長は、今月19日の記者団との質疑で、当面のコロナ対策を人流抑制から人数制限にシフトさせるべきとの考えを示しました。コロナ対策に苦闘した安倍・菅両政権でも感染対策の専門家トップとして政府への提言を続けてきた尾身氏は、昨年夏から秋にかけての感染第5波でのコロナ対策では繁華街などへの人出を減らすいわゆる人流抑制を強く主張していましたが、今回は飲食店の人数制限への移行を主張するとともに、合わせてステイホームなど必要ないと言い放ちました。これに対し、今回まん防の適用対象となった都道府県の知事から、実態とかけ離れているなどの批判が噴出するとともに、飲食店の営業時間短縮や酒類提供の可否についても、各都県の対応混乱が拡大しているようです。また、長くなるので内容は省きますが、厚労省の専門家会合では、若い世代は検査を実施せずに症状だけでの診断を検討すべきとの声も上がっています。これらについていかがお考えですか？よいしょ。というわけで、佐藤ひろみさん書き込みありがとうございます。まあコロナ対応の話で今マンボウっていうのがものすごい言われている状態なんですけれども、まず最初に私はどんな考えを持っているかっていうお話をしておきましょう。これは少し前オミクロン株が出たあたりから、言ってることなんですけれども、感染力が上がったことにより感染者数は当然増えるでしょう。でも
その毒性についての評価から言うと、まずみんなが多くの人がワクチン打ってますよ。しかも治療薬も出てきましたよっていうことから、私はもう見るのは感染者数ではなくて、重症者数がどのくらいなのか、そしてベッドがどのくらい確保できているのか、いわゆる病床使用率を見るべきだっていう考え方をしています。そういったわけなので、私がテレビニュースとかで、今日の東京都はどのくらいの人数で感染者数が確認されました。これは、すごい数ですよ、みたいな話が出るたびに、で、重症者は何人なんですかっていうのを私は思うと。すると、例えば感染者数が1000人出ましたよ。でも重症者が1人も増えてませんよとかなると、それだったらそんなに大きなニュースで出す必要ないでしょって思う方なんですね。よいしょ。はい。といったわけなので、基本的に皆さんがどのくらいその新型コロナに対して今評価しているかっていう話をすると、世論調査なんかだと今の岸田総理のやっているものすごい過度な対応っていうのを評価する人たちがいるというふうにはされてるんですけど、私は全くそうは思ってなくって、この新型コロナ問題っていうのはオミクロン株のその前と出現した今とは全く別物だと考えた方がいいと私は思ってます。以前であればワクチンが全然普及してなかったし、治療薬もなかったし、そしてデルタ株にかかってしまうと、肺炎からその後エクモが必要になるような重症化する人たちでも確かにたくさんいたから感染者数全体を抑える必要があったと。でもオミクロン株っていうのは様々な情報が出てきたその結果、肺炎よりもどちらかというと喉の方にウイルスの増殖するその主体が移ったことによって他の人に移す力がパワーアップしていて、重症化させるその肺の方にはあまり症状は出てきませんよっていうのが分かってきました。そういったこともあって今のデータとしては重症者数は少なめに出てきますよというニュースなんかはもう確実に出てきております。欧米に比べると日本の方がさらに低いっていう数字なんかも出ていて、これは反ワクチン運動の盛んだった欧米などでおいてはワクチンを打ってない人っていうのも結構いた状態なので、そういった意味では感染者数が増えると重症者数が増えやすいっていう状況です。一方日本では特に高齢者の人たちの場合だともう 90% 以上の人たちが2回を終わっている状態で、オミクロン株が入ってきた状態です。なので基本的にはそこまで、惨憺たる状況にはならないだろうなっていうふうに私は思っています。で、この話をするときにじゃあ重症化率どないやねんっていう話になってくると思うので、ちょっとこちらをご紹介しておきましょう。こちら日本全国ではなくって東京都の、重症化率っていうのを、東京大学が研究しているということで、記事になっておりました。こちらは1月14日。ちょっと1週間くらい前の話なんですけれども、その記事によると、これまでの従来株の重症化率っていうのは、0.93、アルファ株 0.83、デルタ株 0.66 っていう具合にして、ある程度数値が出てきたと。に対して、オミクロン株はそれより比べると5分の1程度、0.15% ぐらいだろうというところが、だろうっていうのは変ですね。数値としてできてきたものは 0.15% 程度だったよというものが出てきております。なので、これに関しては第5波、今の感染の波に対して第5波ってつけると重症化率は、1000人に6から7人ぐらいですよっていうのがこちら東大の、研究としては出てきております。そういったことを考えると、この今のマンボウをとにかく適用しようっていう話はどちらかというとですね、人の動き自体については感染がバーッと開く要因ではないっていうのはもう少なくともこれまでの情報としてはもう積もっている状態なので、ほぼ確定していると思った方がいいです。例えば満員電車でみんなものすごく通勤をしているんだけど、じゃあ満員電車に乗った人たちが全員かかるかっていうとかかってませんよと。結局のところ行動の方が問題で、家族とおしゃべりをするであるとか、教室でおしゃべりをする、職場で話をする、
どこかで食事をするときみんな盛り上がっちゃったみたいな、そういういわゆるどうしても会話するとか話しかけるであるとか、そういった飛沫が飛ぶとか、そういったところで基本的にはかかっているっていう考え方からすると、移動すること自体に制限をかけるっていう考え方はやはりオミクロン株に対してはあんまりほぼ意味ないというか気にする必要のない話だと思いますね。で、マンボウをかけようってなった時に飲食店に対してもお酒を出すのか出さないのか論争っていうのもあるんですけども、お酒はもう一人で飲んでくれっていう形だったら別に感染する危険性もあんまりないので、なのでどんちゃん騒ぎはやめてねっていうのはわかるんですけれども、とにかく以前のようなきつい規制をかける必要はないっていうのが、少なくともオミクロン株だと思います。で、オミクロン株の場合だと結局のところ費用対効果がものすごく悪くなっちゃうんですよね。どんなにみんなの行動を変えようとさせようとしたとしても、感染力っていうのが上がってる関係で、これまでと同じことをやっても感染は広がっちゃいますよということなので、その点に関しては、もうはっきり言ってインフルエンザウイルスと同等ぐらいのものだと思ってある程度対策をした方が基本的にはいいと。もうとにかく経済を止めてでも何としてでも防ぐんだってなってもそんなに亡くなる人が出てくるわけじゃないので、そこを極端に規制する必要はないと私は思っています。なので今 PCR 検査なんかが無料でできますよっていう場所ができていて、症状が何にもないにもかかわらず無料だから私も PCR 検査受けたいって言って PCR 検査待ちが2時間待ちです、3時間待ちですなんて話がニュースで取り上げられてるんですけど、症状がないんだったら別に受ける必要ないんですよと。確かにオミクロン株にかかってるかもしれないけれども、症状がないんだったらあなたはそんなに出かけてって自分が PCR 検査でかかってるかかかってないか確認する必要ないというところですよね。もうある程度広がってしまうのはもう受け入れざるを得ない状況だと。感染力が上がったので。で、この PCR 検査とね、結局のところですね。特に意味のないものだとは私は思ってますね。先ほども言いましたけど、オミクロン株っていうのは重症化率が低いと。で、症状が出る人は確かに症状出るんだけれども、これまでと同じで話すると、例えば私糖尿病にかかってるから気をつけなきゃとか、そういった人はいわゆる重症化リスクがあるので積極的に症状が悪くなったら行った方がいいんですけれども、私20歳ですごく健康でワクチンの接種も2回済みました。でも症状全くありません。でも周りの人にかかった人が出たらしいから自分もかかっていないかどうか確かめたいので毎日無料PCR 検査を受けてますなんていう人がいたら、いや、あなたはそんなことする必要ないんだよっていうところですよね。症状が出て、ちょっとこれはきついかなっていう時はちゃんと確かめた方がいいですけど、症状が出てるか出てないかわからないぐらいのレベルだったらもう、とりあえず家で休んどけぐらいで十分なんですよね。若い人の場合だと。高齢者の場合だとそこは気をつけてねっていうところで。そういった風にしてリスクが高い人たちに対する対応とリスクが低い人たちへの対応っていうのはそんなにね、もう一緒にくたにしてしまうと特に保健所がパンクしちゃうっていう話なので、そういった若い人たちでちょっと風邪ひいたなぐらいな感じで思ったら、もうあなたも風邪じゃなくてオミクロン株にかかったと思ってとりあえず家で休んどいてぐらいな感じで、それで十分なんですけどね。もちろん軽症ですよってなっても実際にはインフルエンザウイルスと同じぐらいの38度とか39度とか熱が出る場合もあるんですけれども、それは今までと同じじゃんっていう話ですよね。今の重症化率の低さから言うとオミクロン株っていうのはもう風邪と同じだっていう人がいるんですけども、少なくとも風邪よりは重症化率は高いだろうしっていうことを考えると、同等に並べるんだったらインフルエンザより悪いがなくらいにやっぱ表現した方がいいと思うんですけどね。風邪と同じだっていうのはちょっと弱すぎるかなと表現としては思いますね。下流再々さん、風邪気味だからって風邪を検査なんぞしないわ。その通りですね。
オミクロン株っていうのも結局のところもうかかったなってなっても、もう症状がもうそんなに出てないんだったら、もう風邪かインフルエンザかオミクロン株かわざわざ考える必要もなく、まずは休もうって思ってもらった方がいいですよね。だから、岸田総理がですね、この濃厚接触者あたりをものすごく厳密に取り締まろうみたいな話をすると、もう政治的なパフォーマンスでそれやりたいだけなんじゃないのっていうふうにはちょっと思っちゃいますよね。うん。うん。ひなののさん。コロナは風邪というと反マスク軍団みたいな。そうなんですよね。風邪じゃないんですよっていうところですよね。確かに重症化率は下がったけど、風邪より上でしょっていうのは思いますからね。まあそもそもインフルエンザウイルスにしたって、まあ1000万人ぐらいかかったら1万人ぐらいの人が日本人で亡くなるんですから、で、インフルエンザよりもさらに重症化率が低いのが風邪なので、風邪と同じだっていうのは明らかに、なんだかリスクを小さく言い過ぎなやつですよね。インフルエンザウイルスと同等かそれ以上ぐらいの感じで思っておいた方がいいのであって。で、今、岸田総理がやってるのはどっちかっていうと、インフルエンザよりもかけ離れた、エボラウイルスとかそういう超強力なパターンの、まあ、そっちに近いというか、ちょっとやりすぎでしょっていうやつですよね。うん。うん。まあ、在宅勤務が増えたのは嬉しいことですよね。リモートワークが普及すること自体、私は非常に良いことだと思っていて、日本全国どこでも仕事ができますよっていう、まあ、この形っていうのは、さっきちょっと田舎と都会の話が出ましたけれども、田舎の人たちにとってもすごくいいことだし、また都会の人たちにとっても、まあ、通勤地獄からの解放っていうこともあるので、私はリモートワークそれ自体はこれからも推進すべきだと思いますけどね。なんかオミクロン株の後、まあ少しずつ新型コロナの問題がなくなってきたから、じゃあリモートワークなんてもうやめてしまい、みんなとにかく出勤だみたいなことになると、結局以前と同じ通勤時刻が都会の人たちはなっちゃうのでね、それはやめた方がいいと思いますけどね。うん。ふにゃふにゃふにゃ。というわけで、まずマンボウの適用なんですけれども、まあそこまでひどくきつく制限かける必要ないでしょっていうところですね。どちらかというともう政治家の側の方からオミクロン株については、毒性については以前よりも弱いものになりました。でも、ワクチンを打ってない人やもしくは重症化のリスクの高い人に関しては、引き続き気をつけていただく必要があります。なので行動にはそれぞれの方でご注意ください。政治としてできることは、ワクチンを打つときには、ちゃんと公費で賄いますよであったり、重症化した方に対しての治療ができるようにベッドはちゃんと用意することを手配しておきますという、そういった受け皿の強化の方に、まあ、シフトすればいいんじゃないかなと思います。ですね。うん。それでは次のコメント紹介いきましょう。ミキさんの書き込みをご紹介。上川さん、いつもためになる動画をありがとうございます。今日も耳だけ参加です。他の方もコロナ関連のコメントをしていましたが、出口をどこにするのか、どのタイミングなのか気になります。もし上川総理ならば出口とタイミングをどのようにお考えになりますか？というわけでミキさん書き込みありがとうございます。私がもしも総理ならばという、まあ、シリーズもので言うと、今回のオミクロン株っていうのはウィズコロナ政策に完全に切り替えるには非常にいい、変異株だったと思います。デルタ株までっていう話ですると、毒性も高いままで感染力が上がるっていうパターンだと、まあ、正直なかなかこの問題をどこで収束させるかっていうことになっちゃうんですけれども、今回のオミクロン株の場合だと感染力は高い。もう感染力が高いことからして、ロックダウンなどの政策は全く無効化されたと。
一方において重症化率が低いんだからということを理由として、リスクの高い人たちに関しては引き続き、ワクチンを打ってない方は打ってくださいよ。そして、感染を抑止する行動は気をつけてくださいね。でも、社会全体としてはもうここでウィズコロナ政策に完全に切り替えますよっていうのを、はっきりと政治家が言うべきだと思いますね。で、今感染者の数がガツッと上がってますけれども、逆に言うとですね、感染しやすい環境や感染しやすいそういった集団の人たちに一気にかかることによって、これらの人たちが結局治っていきます。重症化率が低いってことは逆に言えば治ってくる人が大半なわけですよ。つまりものすごい数いっぱいかかったなと思ってもそれで一旦火は収まることになります。なので今の感染の山がピークを越えたあたりで完全に収束宣言っていうのは変ですけれども、少なくともオミクロン株の感染の闇が静まったところをもってして、これまでのような厳しい規制はかけずに、これからはウィズコロナ政策で経済政策の方を重視していきますよっていうことに私は切り替える時だと思いますね。そういった意味で言うと、春頃までにはこの出口っていうのが見えるんじゃないかなと思いますね。少なくともワクチン政策に関しては菅政権が進めてくれたので、打ちたい人に関しては打ち終わっている状態ですし、この後ファイザーの薬なんかも出てくるっていうことも考えると、体制としてはもう十分整ったんじゃないかなと私は思いますけどね。はい、それでは次行きましょうかね。AGT さんの書き込みをご紹介します。今太平洋側で火山爆発、巨大地震など発生しています。これは自然現象なのでやむを得ないことかもしれません。日本の巨大地震、津波は政権が左巻きの時によく起こっています。事後の処理が失敗しています。今の親中心間の岸田政権では心配です。上川さん、大丈夫でしょうか？というわけで AGT さん書き込みありがとうございます。なんていうかな、自然災害がいつやってくるかっていうのは確かに全くわからないものなので、例えばですね、富士山に噴火の兆候が現れたらどうしようとかいう問題はありますし、もしくは南海トラフ地震について注目されることが多いわけですけれども、それ以外のものとしては、関東大震災の次のバージョンがやってきてしまうかもしれないとかね、そういった意味においてはどこでいつ何が起こるかはわからないと。ただし今の岸田政権がこれにもしも対処するとなった時、不安しかないっていうのが正直なところですね。なかなかこのどの政権の時だったらしっかりやってくれるだろうかってなるとちょっとね、正直いつでも不安なんですけれども、でもね、この岸田政権の場合だとちょっと厳しいなっていうのは思いますよね。例えば今の日米関係の関係から言うと、こういった大震災とか大災害が起こった時にどこの国に、救援を求めるとか、密接に関係を築いていくかってなると、アメリカになることになるんですけれども、どうもバイデンさんとなかなか親密な関係を築けているわけじゃないので、今の岸田総理は。そういった意味で言うと、どうしてもね、安倍総理の時だったらアメリカと手を取り合ってそういう危機対応できたのかなとかちょっと思いますけれども、これはね、ちょっと岸田総理についてバイデンさんとうまくやってるってなっても、逆に言うとバイデンさんの方もそんなにアメリカ国内で高い支持率があるわけじゃないしって問題も結構あるんですよね。だから今の時期でそういう大災害が来ると本当に日本は厳しいなと思いますよ。周りに頼れる国がそんなにあるわけじゃなくて、むしろこういった大災害があった時には政治的な空白が生まれるので、もう中国はもっと好き勝手するだろうなって思いますし、ねえ、もう本当に嫌な話ですけど、お隣の国の掲示板にはお祝いをするような人たちがもうわらわらと現れてくるだろうしとか、そういうちょっとマイナスの方向の想像もしちゃうしで、
でもね、いずれ来るだろうって言われている南海トラフ地震の対策だけでもね、もう継続的に進めていかないと、まあ減災ですよね。ゼロにすることは被害をゼロにすることはできないので、少しでも被害が減るようにっていうのはちょっと進めていってもらわないとね、本当に。まあそういった意味ではね、ちょっとお金をかける量が足りないんじゃないかっていうのは、別に安倍政権の時も、まあ一応国土強靭化計画っていう名前はつけてあったんですけれども、果たして足りていたのかなっていう問題はあるんですよね。計画はあるんだけどお金が足りなければ、まあ大災害の時、これやっとけばよかったのにみたいな話にはなっちゃうんじゃないかなと思いますからね。まあ何してもですね、今の国際状況であるとか日本の政治状況から言うと、こういう大災害来ないでほしいなと願わずにはおられません。まあ、中国に救援を求めるっていうそういうパターンもあるかもしれませんね。まあ、公明党はそういう動きかなとは予想しますね。よいしょ。それでは次の書き込みをご紹介しましょう。桜島俊さんの書き込みをご紹介します。上川さん、こんにちは。最近は毎週ライブになり嬉しいですが、喉の調子心配です。無理されずにお願いします。さて、岸田政権ですが、呆れ果てて語る気持ちになれません。参議院議員選挙に影響のある案件はすべて先送り。詐欺師政権詐欺送り政権と呼びたいです。佐渡金山の件もここで引き下がることは日本の敗北になります。期待してなかったけど、これほどとは、総裁選の公約は嘘、公約破りは大したことないなど政治家に都合良すぎませんか？日本に損失を与えずに一刻も早く退陣に追い込む方法はありませんか？アメリカに追い込まれて林外相を更迭しても第2の林を任命する腹黒さは持っていると思います。というわけで、桜島俊さん書き込みありがとうございます。さて、まあ、岸田政権に対する評価は私の中ではめちゃくちゃ低いっていうか、まあ、最初から期待してなかった不安しかないっていう話をしてたんですけど、その不安がどんどんと現実化してきて、本当にもうどうしようもないなっていう感じでは思ってます。ただし、この見方っていうのも、いわゆる世論調査をすると、いやいや、コロナ対応しっかりしてるじゃないかみたいな感じで評価する人たちがいるっていうのは、このね、各家の差が激しすぎて、厳しいなっていうところですよね。まあそれはそれとしてですね、この佐渡金山の件なんかもそうなんですけれども、岸田さんはとにかく揉め事を起こさない方向で話を進めるなと思っていて、この件に関してはまあ、ちょっとニュース記事用意したっけなどうだったっけなしたかなしてないかなこの佐渡金山については世界文化遺産登録しようかなっていう形でまず平成18年度スタートしましたよっていう記事が出ておりまして、まあ、つまり政権としてはもう随分前の話なんですよね。もうその頃から少しずつ準備しましょう、やっていきましょうっていうのを積み重ねていった状態で、まあ今にやってくると。で、ところがですね、まあ、韓国側がこれに対して、いや、あれは呪われた土地だみたいなことを言い出して何言ってんだよっていうところなんですけれども、こういう紛争とか、そういう相手側が文句つけてくるな、イチャモンになるな、外交問題になるなっていうのを見越した上でもうやらねえっていうね、もう一番ダメなパターンにはまっちゃってるっていう。で、これに対して日本国内でも、いや、もしもこれで佐渡金山の文化遺産登録に向けた動きをしたら、韓国が日本を貶めるためのディスカウントジャパン運動をめちゃくちゃ激しくして日本の名誉を傷つけてしまう。だからこの判断っていうのは高度な政治判断としてよかったんだみたいなことを言う人がいて、なんだそのアクロバティックな方論みたいなね。もう普通に韓国の言ってること嘘800でたらめですよっていう反論すればいいじゃないって私は思うんですけどね。で、まあそもそも韓国の言ってることっていうのは、まあ強制連行だっていう話をしてるんですけれども、いや全然そんなことないよと。普通に朝鮮半島で、働く人をまず募集かけて、で募集に応じた人たちがやってきて働いてましたよと。で、まあこういった鉱山とか炭鉱とか
そういった仕事っていうのは別に日本人であってもきつい仕事なので、炭鉱とかだと落盤事故が起こったりとか、もしくは、粉塵とかを吸い込んだ関係で、寿命が短くなって死ぬ人が、多く出るっていう、そういった厳しい仕事だったわけですね。そういったわけで働いている人たちの中に何人かが亡くなった方がおられますよっていうことなんですけれども、これは別にね、朝鮮半島から来た人たちだから特別悪い待遇にしてやろうとか、そういったものでは全くなくって、もうみんな同じように働いていた仲間なんだよっていうのが記事として出ております。こういったものに、提示することによって、事実は一体何なのかっていうのをちゃんと反論すべきだっていう話を、安倍総理であったりとか高市さんとかがしてますよね。韓国の言ってることっていうのは基本的には自分たちは国内でものすごく、国民を虐げてきた文化があるから、きっと朝鮮半島の人があっちに行ったら虐げられてるんだ、私たちはひどいことをやってるから日本人もひどいことをするに違いないっていう、ちょっとむちゃくちゃな話を結構ねするのね。だからこの論理に対して見送ってしまって問題化を避けましたっていう岸田総理の判断っていうのは、とにかくそういった選挙が近いこともあって、反論する、韓国のことを言ってることを間違ってますよっていう批判するっていうことをもうそもそもやめてしまおうっていう、ものすごい事なかれ主義ですよね。私はとてもじゃないけどこれは評価はできません。そもそも論として、世界文化遺産登録の動きをやめたらっていう人たちは確かにいるんですけど、それの問題とはまた別の話ですよね。政治判断として遺産登録に向けて動くか動かないかの話なので、ユネスコっていう、国際機関そのものについての問題はまたそれはそれで、組織改革を提案していくという動きが必要だと思いますね。ポチッとな。で、総裁選の時っていうのはどちらかというと岸田さんは一応ポーズとしては経済安全保障の問題があって中国に対しては言うべきことは言わないとダメですよねっていう話をしていたはずなのに、その総裁選の時の話を自らもうバーンとどっかにほっぽり出して、メンバーからして林外相と茂木幹事長とこの3人で親中派政権の強固にしてしまうっていうね、これはちょっとずるいでしょうっていう。選挙の時にはいいことを言ってなるべく支持者を集める。そして実際に権力を取った自分たちの思い通りにしてしまおうっていうね。これは残念ながら有権者って言っても自民党総裁選なんで、自民党員でない私たちには投票権はないんですけれども、少なくともテレビ討論会であるとかネット討論会であるとか、そういったところで自民党総裁選のメンバーとして出てきて、中国に対して物を言いますよ、こんなことをしますよ、人権担当の大臣じゃなくて人権担当のポストを作りますよとか、そういった話もしてたので、全部嘘かよっていう話ですよね。だからね、国民の気にかけてないだろうっていうのをちょっとね見越して、そういった外交問題に対してものすごく後ろ向きな姿勢をとってるっていうね、なんていうかな、悪質さで言うとかなりのレベルだなと思いますね。今の日本社会っていうのは少子高齢化が進んでいて、高齢者の方たちっていうのがものすごく人口層としては多くなってます。で、人口層の多いこの高齢者の人たちが選挙に行くっていう、そういった行動様式を持っているので、高齢者向けの政策っていうのをとにかく手厚くするっていうのが、例えば世論調査なんかでも基本的には支持が高く出る、そういったなんていうかな傾向にはあるんですよね。だからといってそういった人たち向けだけの政治やられると、明らかに日本にとってそれいい政策なんですかっていう話が遠ざかっちゃうんですよね。外交問題っていうのはそうした意味では確かに気にかけてる人は少ないかもしれないけど、日本のためには非常に重要な話がいっぱいあるのでね、今の岸田政権がそうした日本のためになるかならないかじゃなくて、自分にとって票になるかならないかで政策判断を下してもらうと、これはもう批判一辺倒に私はなっていくしかないってね。
でも別に私は、いいものはいいというし、悪いものは悪いって言うっていうその姿勢からして、決して批判一辺倒になりたいと思ってるわけじゃないんですよ。なんか立憲民主党の議員じゃないんだからとか思うんですけど、それにしたってひどすぎるでしょっていうとこですよね。まあちょっと愚痴っぽくなりましたが、さあそれではこの岸田政権を退陣に追い込むにはどうしたらいいのかって言われると、基本的なこととしては選挙の時に負けてもらうしかないんですけれども、だからこそ今の岸田政権の支持率が高いっていうこの状態はね、なんとか打破したいところですよね。でも選挙の時にはおそらく新型コロナの問題はほとんどなくなっているんじゃないかなと思っているので、その頃には改めて別の問題で審判を下すことになるでしょう。その時にやっぱりね、私たちは一人一人の力は小さいですけれども、インターネットを通じて少なくとも岸田政権ここが問題だよっていう発言を誰かがしていれば、それを拡散してあげたり、自分自身も発信してあげたりっていう、そういったことの積み重ねが大事だなと思っております。最低限私はそういった意味では発信はしているので、これ問題だよって思った、そうだねと思った人は、いいねボタンを押すと同時に、拡散もしてくれると、同じように岸田さんって問題だなって思う人が増えてくれて、それが選挙結果へと少しでもつながってくれたらなと思っております。さて、それでは次行きましょう。久我京さんの書き込みですにゃ。久我さんの書き込みはオミクロン株の話なので、ちょっと以前というかもうちょっと別の方の時に話をしましたけれども、移しやすさは高いですよ。でも、潜伏期間が短くてあっという間に発症するっていうこともあって、ものすごい勢いで感染者数はガンガンと増えていくと。でも、その分だけ私は、感染の広がりという意味においては一気に燃え上がって一気に収束するパターンじゃないかなと一応予想しております。今のところはですね、ちゃんとベッドさえ用意しておけば重症者の方に対する手当がなんとかなるんじゃないかなと一応思ってる方です。で、そのためにはですね、ある程度の広域搬送、東京都、大阪府みたいな形で集中的に感染者数が上がっている地域では、どうしても重症者数は増え気味になるので、そういった地域から、全く感染者が、重症患者が出ていないようなところに、搬送してあげる。いわゆるドクターヘリの活用なんかを使うことによって、短い時間で遠い距離の、なるべく、負担のかかっていない病院へと搬送する。そういったこともちょっと、国のお金の使い方としてはありなんじゃないかなと思いますね。救急車で運ぶとものすごい時間かかりますからね。でもヘリコプターだったら直線的に進めるので、その分だけ遠いところにも行けますから。なのでね、どこかの地域で負担がものすごい高い状態で、どこかの地域では全然重症者用ベッド誰も使ってないんですけど、みたいなことは、ちょっとこれもったいないですからね。どうせお金を使うんだったらそういう負担を平準化する、負担をなるべくみんなで分かち合うようなことが、必要なんじゃないかなと思いますね。よいしょ。そしてこれに絡んで、マンボウマンボウと言葉だけが踊ってますが、あと何回のマンボウが来そうでしょうかっていうことなんですけど、私は、上川政権としましては、もう次はないぞというふうに思っておりまして、もうまん延防止なんか、確かに行政の書類としては出すかもしれないです。少なくともテレビで取り上げるようなことはもうやらない方がいいと思ってますね。今、病床の使用率が 35%、40%、50% って上がってくるんであれば、確かに必要かもしれないですけれども。でも、営業店舗に対して時短営業してくださいよであるとか、お酒の提供はしないでくださいよねっていう話じゃなくって、アナウンス効果として、皆さんお気をつけくださいという意味のまん延防止。そしてまん延防止の中で先ほども述べていたようなどこか負担のきつくなった病院の患者さん
受け入れることができないので、他の地域、なるべく負担のかかっていない地域で受け入れて、治療に当たってもらう。そうすることによって、重症者の人たちに対して、治療を施す体制っていうのに、お金をかける。そっちの方が大事なんじゃないかなと思いますね。今後は、ワクチンについてはもう普及がもう進んだ状態なので、次はお薬ですよね。このお薬をどれだけうまく活用していくか。こちらが大事だと思いますね。としくんさんの書き込み。こちらもですね、中京コロナの感染者数についてなんですけれども、緊急事態宣言をしたらどうかと思うのですが、ということですけど、私は、緊急事態宣言は、しないでいいんじゃないのと思ってる方ですね。で、先ほども述べたように、どこか特定の地域で病床使用率がもう厳しい状態であれば、どんどんと他の地域へと搬送する。その搬送っていうのは、救急車じゃなくても、ドクターヘリなどを活用して、もう遠方のところになるべく早い時間、短い時間で搬送して、負担をなるべく均等にというか、分散させるっていうことが必要じゃないかなと思いますね。よいしょ。伊藤家マコピーさん。今コロナに感染したら薬って処方されるんだろうか？入院しないと無理なのかな？それとも感染発病したら気合で治すのかなっていうことなんですけれども、現在のところ新型コロナ対応で薬の処方については、重症化リスクの高い人を中心にして薬の処方はされてるんだそうです。逆に言うとですね、若い人が、症状は何も出てないんですけど、オミクロン株にかかったんで薬くださいって言っても、いや、あなたはちょっとね、自宅療養でいいんじゃないですかみたいな形で説得はするんだそうです。逆に言うと、お年寄りの高齢者の方なんかの場合だと、例えば私糖尿病に薬をいつも飲んでましてっていうような方の場合だと、もう高齢者プラス基礎疾患ありみたいな感じで、これは重症化する確率高いなっていうことで、すぐに薬の手配が始まると。ただ今のシステムだとこの薬の手配をかけてから実際に届くまでにちょっと時間差があるんだそうです。お医者さんのところで、この方はちょっと、重症化リスク高いなっていうのだったら処方するだけども、すぐに薬が渡されるわけではなくって、薬局の方に連絡して、薬局の方から配送する、郵送かもしくは、宅配にかけて、後日、薬がやってきて、これ飲んでくださいねっていう話になるんだそうです。今日本で使われているお薬は基本的にはメルク社のもので、メルク社のものは、入院もしくは、重症化リスクについて30% 程度低減させるだろうと呼ばれているものですね。で、今月の終わりっていうかもうすでに月末に近いですけれども、2月ぐらいにはファイザーのものが、承認が下りるだろうと言われています。メルク社のものはこの重症化リスク低減効果30% 程度だろうっていう見込みで使われるんですけれども、ファイザーのものに関しても9割近くの人が病状回復に向かうだろうと言われているものなので、どちらかというと効果としてはそちらの方が期待できると。ただしこちらの方はですね、ワクチンと同じで副反応とか副作用と呼ばれるようなものはあるので、あくまでもお医者さんの指示に従って使うようにしてください。もう薬だから何でもいいわっていう風に使う人はいないとは思いますけれども、なるべくそうした危険性もありますよということを認識した上で使うものです。なので若い人が症状が出てもないのに、オミクロン株にかかっているんだからとにかく薬出せっていうのはちょっと違うよという話になりますね。あとは国内の製薬会社も今治験に取り掛かっていて、こちらの方の効果がうまく出てくれば、承認へとなるでしょう。基本的にはメルクにしてもファイザーにしても海外の会社なので、日本の塩野義製薬のようなところが積極的に開発に取り組んでいるというのがうまくいってくれたらなっていうところですね。ただこれはうまくいくかどうかっていうのは最終治験の結果待ちの部分がありますんで、そこどうなるかなっていうところですよね。よいしょ。よいしょ。それでは次の書き込みをご紹介。総文教さんの書き込みをご紹介しますね。セビリアのヤシ、テニスのジョコビッチ、セルビア。市はオーストリア。
の入国審査が適正でなかったため、不当な扱いを受けたとの理由で320万ユーロの損害賠償請求をしているとのこと。私はジョコビッチ氏はセルビア人だと思っていたのですが、本当はセビリア人なのではないかと疑っています。というわけで、ソンキョウさん、囲みありがとうございます。ジョコビッチ選手がですね、オーストラリアの、全豪オープンテニスに出ようとしたと。いわゆる四大大会ということもあって、非常に大きな大会でした。ここで、優勝を狙ってさあ乗り組んだわけなんですけれども、オーストラリア政府としては、オミクロン株の感染ということもあって、ワクチンを受けた人っていうのをまず基本的に受け入れますよという制度を取ったんですけれども、ジョコビッチ選手はその意味においては、もう新型コロナに2回かかったことがあるので、私はもう抗体持ちだよ。だから入れるでしょうっていう、出かける時の段階においては地元のこのテニス大会の組織委員会からは、それだったら入れるんじゃないのってみたいな感じでちょっと連絡がいっちゃってたらしいと。でも実際に行ってみたら、そのオーストラリア政府としては、いや、あなたかかったにしても、いや、ワクチン受けたの受けてないのはっきりしてよみたいな話になって、結局のところワクチン受けてないんだったらダメですよっていうことで、お帰り願うと。ところがですね、それ、ジョコビッチ選手としては、そんな不服ありまくりだよっていうことで、現在、オーストラリア政府に対して、損害賠償金を求める訴訟へと進んでおります。今のところこのワクチンを受けたか受けていないのかっていうのを基準にして、入国をさせませんよっていう国はありまして、他にも。今回のオーストラリアだけではなくて、例えばアメリカなんかもあなたは、ワクチン接種を受けたんですか？ワクチン接種できない、体質とかだったら、最低限陰性証明書を、速やかに出さないとダメですよみたいな、そういった規制があるんですよね。そういった規制っていうのもあって、この後、フランスの大会もちょっと難しいかもしれないし、アメリカも難しいかもしれないって言われてる状況ですね、ジョコビッチ選手は。私なんかはもうワクチン受ければいいじゃないっていうふうに思うんですけどね。そういった意味では、なんていうかな、ジョコビッチ選手の場合だと、私はもうコロナに2回かかって治ったんだからっていうのを、なんていうか、免罪符にするっていうと変ですけれども、ワクチン受けた方がいいんじゃないって思うんですけどね。特に、この新型コロナウイルスに対するワクチンっていうのは、その初期からもそうですし、現在でもなお欧米を中心にして反ワクチン運動っていうのは非常に盛んで、ワクチンを受けた人は2年以内に死んでしまうよみんなとかいう話なんかもしている人たちがいたわけなんですけども、2年経つんじゃねっていうぐらいに時間は流れつつあるわけですからね。そういった意味で言うと、事実的に言うと、大会に出ようと思うんだったら、大会の、もしくは大会を主催している国家の決めたルールに、持った状態で、出場する。そういったことが必要なんじゃないかなと思いますね。じっとな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。旅好き和夫さんの書き込みをご紹介しましょう。じっとな。1月22日はカレーの日です。上川さん並びに皆様は自身のお気に入りカレーを教えていただけませんでしょうか。私は名前通りあちこちに旅してました。当然現在自粛中からローカルチェーン店や忙しい時の王道チェーン店当該に出ていたら3日に1食はカレーを選び特徴を味わってます。沖縄ではカレーと言ったらボンカレーだった驚きとか、北海道だと餃子と一緒の三好の、石川県でのゴーゴーカレー横須賀海軍カレー等を味わってきました。その中で静岡にあった学校給食を日替わりメニューに出している店がありました。スレンレス容器にスプーンの先が刺すようになっている食器からカレーは茶色より若き風の黄色よりカレーを再現している店が大好きでした。もうなくなってしまいましたが、数少ないとして通った店です。近年でしたら函館の小池1948年創業から変わらないカレーが大当たりでした。海鮮とかラッキーピエロとか長谷川ストアとか激戦区なんですが、タイミング見て選びたい店です。
というわけで、旅好き和夫さんの、もう旅好き和夫さんっていうぐらいだから旅好きでっていうことで、いろんなところのカレーの話が盛り込まれていて、まあ、はっきり言って自分の住んだところ以外のカレーをさ、ご当地カレー食べたことあるって言われると、まあ、そもそも食べたことがないっていうレベルなので、なるほど、沖縄で言ったらこういったカレーがあって、石川県ではこうで、北海道ではこうでっていう話はちょっとなかなかできないですよね。まあ、でもカレーってのは本当にその地域特性っていうのが出て、ここ一番っていうのが、まあ日本全国で言うと、まあ一番多い店舗数のカレーチェーンなんですけれども、北海道では、いやいや、その地域ではココイチも負けてる、そういったカレーチェーンもあるよ、みたいな形で、やっぱりその土地その土地で好きなものっていうのがあるんですよね。まあ私自身は子供の頃は甘口しか食べられなかったけど、いつの間にか中辛好きになって、で、一時期ちょっと激辛にハマって辛いものも食べたんだけれど、でもだんだんとここ最近だとまた中辛に戻ってきたなみたいな感じで、好みも結構変わってきてるんですけどね。まあ、ただし、基本的にはそんなに凝って作ってる方じゃないし、そんなに食べ歩いてる方でもないので、こんなにうんちく語れることはちょっと難しいですよね。まあ、例えばテレビなんかで無印良品のカレーが様々いっぱい出ていて、これがいいあれがいい、まあっていうような話をしていて、ちょっと食べてみようかなみたいな、そういうのを試してみる感じですよね。まあでも無印良品がすぐ近くにあるわけではないので、私は基本的にはまあリーとかジャワカレーとかそういったまあ一般的に売られているような普通のカレーを普通に食べてますよね。日野家さん、インドカレーを家で作るとなんか違うものができる。お店が一番。いや、インドカレーを家で作るっていうのは大変じゃないですか。結局のところ、日本のカレーっていうとルーから作りますけれど、インドカレーっていうのはまあスパイスから作るものじゃないですか。まあそうなると、まあどんなものになるかっていうのは本当に腕がないと変なものになるんじゃないかなって思っちゃいますよね。ニュートンさん、缶詰のグリーンカレーくらいしか何年も食べてないかも。いや、缶詰のカレーですか。それもまた、そういうのもあるんだっていう感じ。もう、私の中でカレーって言ったら、ルーでパックに売ってるものか、もしくは、レトルトパウチされたカレールーしかちょっと思い浮かばないですからね。で、外に行ってカレー食べようってなっても、まあなんだかんだ言ってカレーでそんなに外れることはないだろうと思いつつも、とりあえずココイチがあったらココイチで食べるみたいなね。で、ココイチに行った時にちょっと辛さ上げすぎると、もうものすごい後悔しちゃうんで、ね、まあ、そこそこのものみたいなね。そんな、安全牌を取ります、私。うん。早川さん、カレー屋の近くに IT 企業がある説。それは知らなかったみたいな。パープルさん、レトルトカレー代の足しにありがとうございます。500円もあれば、レトルト2つ買えますっていう感じですね。ルニハニさん、稲葉の缶詰カレー、数年前に爆流行しましたよ。稲葉の缶詰カレーですか。ちょっと後で、検索しようと思います。缶詰カレーっていうのちょっと、知らなかったな。山下秀樹さん、カツカレー最高です。私もカツカレー最高だと思います。美味しいですよね。あれはカツがいいからなのか、それともカレーがいいのかとか、まあそういう論争あるんですけれども、もうカツカレーっていう一つのジャンルとして美味しいっていうね。別にカツがサクサクだからとか、カツがしなしなだからダメとか、まあそういうのじゃなくて、カツカレーっていう存在が美味しいっていうね。ニュートンさん、100円ローソンに缶詰のグリーンカレー売ってるんです。そうなのかっていう。100円ローソンにあるんだ、そういうの。知らなかったな。うん。まあ、カレーっていうのは本当にね、安くて美味しいものの代表格の一角ですよね。みつきますさん、マヨネーズ入れます。私もちょっと辛めだなと思ったら、マヨネーズ入れて少しまろやかな感じにしますね。
中辛のものだったらもう中辛でそのまま食べるんですけども、辛口とか大辛とか書いてあるものに関しては、思った以上に辛いってなったら、そこでマヨネーズ入れて少しふんわりとした感じにちょっと変えますね。もう辛い辛いって言いながら食べるよりはちょっと味変をしながら楽しむ感じですね。おろし生姜入れます。なかなかおろし生姜ですか。まあそういうのあるのかっていう感じですよね。カリュウサイサイさん。トルコではカレーにサバが入ってる。なんかサバカレーっていうのもなかったですっけ？なんかそんな感じですよね。まあでも、まあインドカレーだと、まあ種類がたくさんあって豆のカレーだけではなくそういったお肉にしてもお魚系のものもありますからね。まあそういったものもあるでしょう。海苔巻き三次さん。生卵入れてもマイルドになります。そうですね。うん。マヨネーズとちょっと通じるところはありますけれど、生卵もありだと思いますね。シューマハさん。ご飯にマヨネーズが主食。いや、それは主食はどうなんだろうっていうところですけど。ご飯にマヨネーズはもう、太りたい人が食べる用のものなんじゃない？もうカレーから離れてますよね。もう白ご飯にマヨネーズは、ね、超、なんていうか、高カロリーっていうのかな。まあちょっと太りやすそうだなっていう。さて、それでは次行きましょうかね。日野江さんの書き込みご紹介しましょう。上川さん、こんばんは。コインハイブ事件で最高裁が無罪判決を出しました。仮想通貨は知識が浅いのですが、マイニングなるものに閲覧者の端末を利用して計算させるのが良くないとか、メモリーが増えたりフリーズの原因になったりするのでしょうか。無断使用は良くないと思いますが、サイト上、ウェブ広告の表示と扱いがどう違うのかよくわかりません。情報を抜き取ったり破壊したりするウイルスとはまた違うそうですし、上川さんはこの判決をどう思われますか？はい。というわけで書き込みありがとうございます。この判決自体について妥当か妥当ではないかっていう話になると、私は、まあ、最終的には無罪になりましたよっていう方が、まあ、妥当かなというふうに思います。ただし、じゃあ全面的にこのやり方が良かったのかって言われると、そこには問題がありますっていうことなので、確かに無罪のは妥当なんだけど、じゃあやったことが全部 OK かって言われると、まあそうではないよっていうところですね。で、この話一つ、なんていうかな、誤解されているところがあって、記事を用意したはずなんだけど、どこだったかな？用意してなかったっけな？用意してなかった。いや。まあ、ちょっと口で説明しましょう。あるサイトに訪れたときに、あなたの見ているパソコンの力を借りて、仮想通貨を採掘しますよっていうことが行われました。で、見ている方はそれを知らされてない状態だったので、こんなことをするなんてひどいんだということで、まあ訴えましたよっていうのが、まあこのコインハイブ事件でございます。まあもうちょっとものすごくわかりやすくしてますから、細部については突っ込みどころいっぱいあるかもしれないんですけど、まあそういった事件です。で、じゃあなんでそんな悪いことをしてるのに無罪判決が出るかっていうと、確かに見ている人に対して了承を取っていないし、お知らせなんかもしてない。この点については悪いことです。でも、同じような話として、例えばインターネットサイトにアクセスしたら、あなたはそのページに例えば広告が出たとします。その広告っていうのは別にあなたに了承を受けたわけでもないのに勝手に表示されてますよね。それと同レベルのものだと思ってくださいっていうところから基本的には無罪判決へとつながりました。なのでやってること自体は別にいいことでもないんですけれども、やってることがじゃあそれが犯罪として成立するレベルの悪質さがあるのかっていう話になった時に、いやこれは、もうすでに既存のある広告なんかと比べてもそんなに差があるわけではないから、今回の件に関してはまあ無罪にしますよという話になりました。で、この話をするときに一つ注意しなければならないのが、
この広告っていうのとちょっとイコールでつなげられた話なんですけど、ちょっと勘違いされている部分としては、何かウイルスのようにあなたのパソコンに感染して、もうその後ずっとその仮想通貨の採掘にそのパソコンが使われ続けるのかっていうと、そうではありませんよっていうところが一つ勘違いされるポイントなんですよね。決してウイルス感染させるようなプログラムが動いていたわけではないので、この問題を話しているときに、そういうウイルス感染させて、もうパソコンからパソコンへどんどんと広がっていって、あなたのパソコンの能力を延々と消費し続けますよっていうものではないんですね。そこのところをちょっと切り分けておかないと、この話、ちょっと、なんで無罪になるんだっていう、怒られる方が出てきてしまう部分かなと思いますね。あくまでも、やってることは道義上はとても褒められたことではないんだけれども、悪質さで言うと、見ている人が、ちょこっと使っている時にちょこっと仮想通貨使わせる、採掘するのにパワー使わせるぐらいだったら、これが、犯罪として成り立つのかってなった時に、そこまでではないだろうっていう、そういった判決になったというところですね。なのでこれがですね、ウイルス感染させる系とかいうものでどんどんと拡散しちゃうぞとかいうそういった悪質なものであれば多分有罪判決は出たと思いますね。といったところでございます。なのでね、決して白でも黒でもないいわゆる灰色の部分はあるわけですし、褒められた行動なのかというと別に褒められた行動でもないんですけれども、ただ裁判所としては、基本的にはそちらの、無罪判決になったのは妥当かなというところですね。よいしょ次の、書き込みをご紹介しましょう。おもちパンダさんの書き込みをご紹介します。皆さんこんにちは。今日はコメントがたくさんあるので時間が余ったら余ることないと思うのですが、とりあえず1月18日の産経新聞より抜粋、香川県東部東香川市が中国共産党幹部の指定らが通うエリート学校である北京市会淀海淀外国語実験学校との交流中止を決めた市民に説明しないまま決めたため大問題になっていた。これはただの交流ではなく、廃校になった学校に中国共産党幹部を養成する学校を呼び込もうとしていたとのこと。この学校軍事訓練まで行うかなり危険な教育を行っています。日本国内に共産党学校を作ろうと画策しており、内部から工作を行う別動隊の教育機関ではないかと疑われています。残念なことに一部の県議会議員も積極的に関与協力していたことが分かっています。本当にアホですかねえ。少なくとも香川県民グッジョブ。よくぞ中止にまで持ち込めたと拍手を送りたいと思いますが、油断するとまたどこかの市町村の廃校が狙われます。地方自治問題ではなく国家安全保障に関わる問題です。いかに排除していくかが課題だと思われますが、日本のマスコミは深掘りしません。しかも今の岸田内閣は頼れるものではなさそうです。上川さんのご意見をお伺いしたいです。ということで、おもちパンダさん書き込みありがとうございます。いわゆる日本の教育界においてこの中国側からのどんどんと進出を自ら日本人の側から引き寄せてしまうっていうことが、実際にあります。今回の件に関しては、新聞記事報道を見る限りはこれを取りやめる方向で話がまとまったっていうことなので、よかったよかったなっていう話なんですけれども。これ以外にもですね、例えば、今だと新型コロナの問題があって留学生についてはほとんど締め出している状態なんですけど、それ以前であれば、例えば中国から留学生を積極的に入れて学校経営を成り立たせる。で、それがなんで成り立つかっていうと、やっぱり私学応援みたいな形で、国からの補助金とかが出たりなんかするので、ということで、日本の学校なんだけれども、中国からの留学生がバーっといっぱいいるような学校ができて、それは一体何のためにやってるかって言ったら結局、経営者陣のお金儲けのためにやってますっていうパターンがあるんですよね。そういったものに対してはやっぱり教育っていうのはなるべく多くの人たちに、安くより良い教育を受けてほしいんですけれども、そういった制度の趣旨と
全く無視して、この経営者が金儲けのために、日本のために全くならないことをガンガンとやっていて、制度の隙間をついているから日本の税金がそういった経営者のところに、懐に入っていくなんていうことが起こっちゃうんですよね。このあたりはやっぱり国会議員の人たちもうちょっといろんなところに目端利かせて、そういった問題があるんだったらこういった問題の穴を塞ごうっていう方向にやっぱり活動していってほしいですよね。特に中国、韓国からの留学生ばっかりで日本人がほとんどいないような学校に対して、なんで日本の税金でその学校が経営が成り立つようにしなきゃならないんだっていうね。そんな留学生を受け入れてる学校もおかしいし、そんな経営でしか成り立たないようなところに日本の税金で何かそれを補助しなければならない。そんな制度間違ってるだろうっていう仕組みそのものについてやっぱり直していくべき点はいっぱいあると思いますね。うん。ちょっと待ってください。咳をしそう。まあそういったこともあって、地方のニュースなんだけれども、結局のところ今その地方だけではなくって、日本全国みんなに知らせない限り、こういった話が粛々と進んでいって既成事実化してしまうっていうことが、まあ今後も起こりうるんですよね。まあ、こういった話が出てきたら、その地方の人はやっぱりインターネットでまず発信して、少しでも多くの人たちに、まあ拡散をお願いすると。その拡散する中から、やっぱり国会議員の人に対して、この地方ではこんな問題が起こってるんですけど、国会議員として問題と思わないんですかみたいな、まあ、そういった投げかけをする人が、やっぱり1人2人ではなく10人とか100人とかそういったレベルになってくると、やっぱり国会議員もそういうの無視できなくなってきて、まあ、その監督官庁、法務省であったり、教育関係のところに、まあ、文科省なんかに問い合わせをして、その話を本当ですとか間違ってますとか、まあそういったところまでちょっと話を進めていく必要があると思いますね。まあこれは本当に一人一人でちょっとできることとしてはそういったことしかないのかなと。特にインターネット上で自分のアカウントを持って自分の情報発信をしている人たちに対しては、そういった問題はこんなことがあるんだからあなたどう思うんですかっていう投げかけをして、その反応をちゃんと引き出すっていうのもちょっと私たちに直接的にまあ国を動かす一つの手段じゃないかなと思いますね。パープルさん、税金は日本のため。そうなんですよね。なんでかですね、この日本の場合だと留学生を受け入れるってなったら、留学生の負担を減らすために日本の税金を投入するっていうね。もうはっきり言って、他の国の場合だと、留学生が高いお金を払って、その国にお金を落とすパターンなんですよ。でも日本の場合だと、なぜか日本の税金で留学生を補助してあげるっていうね。まあ確かに天才級の本当に世界の中で一握りの特殊な、まあ学生さんについては、そういったお金を出してでも呼ぶべきだっていうのはあるかもしれないですけど、少なくともそういった一部の例外的な人を除いて、本当に、まあなんていうかな、そんなに重要ではない、まあ一般の留学生に対して少なくとも税金を日本の側が出すべきではないと思いますね。うん。まあ、他の、まあ、欧米の大学なんかだと、例えば留学費用として、まあ、1000万、2000万円を留学する側が、まあ、用意して、まあ、渡航するっていうこともあるので、まあ、それに比べると日本の側で、なんでそこまでね、まあ、そこまで出さないにしても、まあ、補助をする必要があるんだと。まあ、そういうふうにお金を使うんだったら、やっぱり日本人の、まあ、大学進学に関して少しでも補助を増やしてあげたり、今だと奨学金を出すにしても奨学金が借金として残ってしまう形になっているので、優秀な日本人に対しては無償の奨学金をバンバンと出してあげて返済不要ですよ。もう勉学にしっかりと、まあ、励んでくださいっていうそちらの方の制度を拡充してほしいですよね。ちょっとな。よいしょ。さあ、これで、あとは、よいしょ。山田ゆうゆうさんの書き込みありがとうございます。コメントをご紹介しましょう。
上川さん、こんにちは。韓国大統領選挙までもう少しですね。もし与党のリーザイ・アキラ候補が当選したら、間違いなく共産化の道を進んでいくと思うのですが、上川さんはどうお考えですか？リーザイ・アキラ候補を選ぶということは民主主義を自ら手放してしまうことになると思うのですが、韓国国民はそのことが心配ではないのでしょうか。また、韓国メディアは未だに輸出規制の強化を元徴用工訴訟判決への報復だと報じています。まさか本当にそう信じていることはないと思いますが、韓国にはまともなジャーナリストはいないのでしょうか。長くなりましたが、よろしくお願いします。はい。というわけで、山田優優さん書き込みありがとうございます。韓国大統領選挙が少しずつ近づいてまいりました。去年の段階だと、半年ぐらい前だと私は、ムン・ジェイン政権っていうのは基本的に国民の支持を失って野党側も絶対勝つだろうぐらいに思っていました。ところがですね、この野党側の、ユン・ソクヨルさんの失言っていうのが結構いっぱいあったせいで、もう野党が絶対勝つだろうと思ってたらいつの間にか与党側の候補の方が支持率が上に来たりなんかしたりした時は、あれ自分の予想が外れるかもなとかちょっと思ってたんですけれども、今のところはなんだかんだ言って支持率は拮抗しているという話にはなっております。ムン・ジェイン政権の岩盤支持層と呼ばれる人たちっていうのは、おおむね支持率としては40% 程度だろうなっていうところでなっているので、与党のこのイさん、こっちの方が勝つとしたら、その 40% プラスアルファを乗っけた形じゃないと勝つことができないと。ところがですね、このムン・ジェイン政権の支持率 40% ぐらいに比べると、このイさんの方は、30の3から5ぐらいな感じで40まではならないんですよね。つまり政権の中の、政権支持派の人たちの中からもちょっとこの人なーって思う人がいる状態なんですよね。今の感じだと不動層の人たちがムン・ジェイン政権に対してさらにこっから改めて支持を高めていって、よし与党の方にもう一回、政権続けてほしいなって思う確率は低いと思います。なのでおそらくは野党の方が勝つんじゃないかなとは思ってます。これはあくまでも私の予想なので外れる可能性はあるわけなんですけれども、もしも与党側が勝つとしたら、この共産化の道を進むか進まないかっていうその考え方自体は韓国の人たちはあんまり気にしてません。いわゆる共産化政策としては、みんなに仕事を全部用意する。そのためには国家が金をガンガンと出せっていうところで、いわゆるばらまき政策のもうその極致を行こうとしているわけなんですけれども、これは大統領選挙っていうこともあって、ある程度、もうとにかく国民受けする政策だったら何でも今だったら言えばいいや、大統領になったらそれ引っ込めればいいや、もしくは出すお金をちょっと絞ればいいや、みたいな感じで調整するだろうというところですよね。そういった意味においては国民の側としては、今のムン・ジェイン政権と似たような政権が今後も続くか続かないかで言うと、そんなに望んではないだろうと。私は思ってます。これがどのぐらい当たるかどうかですよね。で、韓国メディアに問題について言うと、日本側に対しては基本的には冷静な判断能力っていうのはほぼなくなる人たちなので、残念ながらまともなジャーナリズムっていうのは期待できないっていうふうに思っております。もちろん韓国国内においても大統領に対して支持派と支持してないっていうそのメディアがあるので、支持してない人たちもいるんですけれども、日本に対しての報道になると大統領を支持している報道機関も支持していない報道機関もその時だけは手を取り合って、もう日本はなんてひどい国だっていう記事を書くんですよね。もうその点に関してはなんというかまともなジャーナリズムはないなと思います。何しろ強制慰安婦問題なんかで有名になった朝日新聞の元記者の方がいるんですけれども、この方がですね、日本国内においては裁判を戦った上で、もうあなたの言ってること間違ってますよ、捏造記事だっていうことがほぼ認定されるような形で、裁判は決着しています。
ところがこの方が韓国に行くと、日本には真のジャーナリストがいる。この朝日新聞の記者は韓国のこんな問題を白日のもとにさらしてくれたんだ。素晴らしい人だっていう形で、持ち上げて大学で講師として授業することにお金を出したり、もしくはジャーナリストとして評価するそういった報道賞を与えたりとかするんですよね。そんな国に対してまともなジャーナリズムを求めるっていうのはちょっと無理なんじゃないかなと思いますね。こうなってる背景としては、やっぱり私は反日教育っていうのがもうずっと長年続けられていて、しかもそれがさらにエスカレートしているっていうのは問題だと思いますね。少しずつそういった教育がなくなってくるんだったら、そういった社会の雰囲気としてももう一回中性化されてくると思うんですけども、ずっとひたすら反日教育をやっていて、彼ら自身もその考え方から外れることに対して政治的にも報道機関ももうちょっと踏み出すことができない、いわゆる自爆状態なんですよね。自分で縛ってる状態なので、こんな状態でまともなジャーナリスト、特に日本に対してのジャーナリストが育つ環境ではないですよね。時々この歴史を見直したら韓国側の方がおかしなことを言ってるんですよっていう、そういったことを言う学者さんなんかが韓国で現れると、ものすごい韓国国内でも総叩きに遭いますからね。で、日本側から見るとそうした、事実に基づいたことを韓国で言うと、韓国の人がもうめちゃくちゃなことになってるっていうのを見て、これは当分はまともなことにはならないなって思うと思います。このあたりのことは政治に関心がある人しか知らないっていうのが現状で、今日の話で言うと前半部分で中国との関係で問題がないって、そのあたりのことのちょっとニュースを取り上げましたけれども、それと同じで日韓関係に対しても関心が十分向いてない人たちっていうのがいて、それらの人たちは韓国側でこういった反日教育がずっとやれてるんですよっていうことすらしても知らないんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いますよね。そのあたりの記事も用意したような気がするけど、ここだね。日中関係有効だと思わない 85% ってありますけど、同じようにですね、韓国と日本の関係についても同じような世論調査っていうのが行われていて、そういったものに対してもやっぱり日韓関係別に悪いと思ってませんよっていう人たちがそこそこのパーセントあるんですよね。そういった人たちはやっぱり普段から関心がないから知らない状態なので、何か聞かれてもわかんないとか、もしくはイメージ的にいいんじゃないとか、そういった回答しがちになっちゃうんですよね。怖い話ですが、残念ながらそういった人たちもいるっていうのが今の日本の現状でございます。よいしょよいしょよいしょ。おっと、こたつねこさんの書き込み紹介してないっけ？ちょっと待ってね。これは一番最初に読み上げたやつだな。さて、今日の書き込みについては皆さんのものを全部書き込み取り上げられたかなとは思うんですけれども、時々この評価順で並べ直した時と新しく並べ直した時で出てきてないやつとかが、時々出てくるんで、ちょっともう一回チェックしますね。よいしょ。よしよし。皆さんからの書き込みについては、全件チェックが終わりました。一応こちらで用意したニュースとしては他にもですね、欧米では新型コロナウイルスに対する規制っていうのがどんどんと緩和されてきておりますよっていうものであるとか、もしくは日米首脳会談で今国際情勢としてはウクライナ問題っていうのがものすごく話題の中心になってます。この件に関して、岸田総理はバイデン大統領と電話会談したときに、協力するしない問題で、結構話し合ったんじゃないか。特に、今後のことを考えると、アメリカとしては日本をもう手元に引き寄せておきたい関係もあって、そして岸田総理としてはなかなかこの日米首脳会談ができてないこともあって、残念ながらいいように使われたかもしれないなっていうところがありますね。ただしですね、ウクライナ問題っていうのは日本とはかなり遠い話なんですけれども、同じように台湾やもしくは尖閣諸島問題っていうのはヨーロッパの国々からしてみたら
遥か遠い国だっていうことも遥か遠い国や場所っていうこともあって、そういった意味では日本がウクライナ問題になるべく力を貸すっていうと変ですけど、少なくともロシア側を非難する立場に立つっていうことをすれば、尖閣諸島やもしくは台湾有事の時にヨーロッパに対して日本はあの時このような形で EU の皆さんになるべく力添えしましたよ。同じように今回の件、アジアで何か問題が起こった時はヨーロッパの方々もぜひとも私たちと協力関係を築いていきましょうみたいな、ちょっと先の話になるんですけれども、そういった外交のお返しをするためにも今回の件、ウクライナの方に立った方が私はいいんじゃないかなと思いますね。少なくともですね、ロシアの側に立つっていう選択はないと思いますね、今回の件で。もちろんロシア側から見た場合は、ウクライナが、NATO に入るっていうことは、NATO 側の方から攻めてきたっていう感じで受け取ってみるので、相手には相手の言い分はあるんですけれども、じゃあだからといって日本がロシア側に立つってことは基本的にありえないと思っています。少なくともですね、批判声明を出す。そして、北方領土の周りで少しね、自衛隊の戦闘機が訓練するとかね、もしくは船がうろうろするとかね、そういった、特に何でもないけれども、なんかしれっとそういった活動をするのもいいんじゃないかなと思うんですけどね。特にウクライナ方面においては今、ロシア軍の展開部隊の兵力としては10万以上、最大17万程度っていう、いわゆる自衛隊の規模を丸々よりも多いぐらいの、兵員とか、兵力、兵器っていうのが集結がされているような状況なので、こんな状況でですね、逆に言うと極東の方で日本の自衛隊がうろうろするっていうのも、そういった牽制の意味もちょこっとはありますからね。もちろんロシア側にしてみれば、日本がどう動こうと、大して気にせんわっていうのがあるかもしれないんですけども、そういったことをやる、やらないで言ったら、やるっていう方向で、ロシアに対しても少なくとも賛成は絶対しませんよっていう態度は示すべきだと思いますね。よいしょ。で、ロシアが攻撃するかしないかっていう話になると、正直私には全くわかりませんが、少なくとも、報道ベースにおいては非常に現在は、厳しい状況じゃないかなという意見が強まっているところでございます。これだけの兵力を動かしておいて、ロシアが何の利益を得ることもなく、果たして矛を収めるのかっていうところですよね。今のところ外交的な成果として、もしもウクライナがNATOに、加盟することをもうダメですよ、そんなことはさせませんよみたいなことはアメリカ側がもしも譲歩して言ってしまったら、ウクライナは宙に浮いた形で、戦闘にはならない可能性あるんですけどね。その場合だと、ウクライナとしては、NATO にも入れず、そしてロシアからの圧迫も受け続けるっていうことなので、今後内乱の可能性とかもあるのでね。そういった意味では、この地域は非常に今後も不安定化すると思っております。よいしょ。あとは、用意したニュースとしては、茶道の話と、コインハブのニュースも用意してたわ。いいか。ジョコビッチ選手、立憲民主党の CLP 問題で、お金を流し続けてますよ。連合は立憲民主党から離れますよ。中国が爆買いしておりまして、食料価格の高騰につながっておりますよというニュース。あとは辻元さんが、衆議院で落ちたんで、今度は参議院選挙出てくるぞっていうお話なんかが出ております。今日のあたりはこのあたりのニュースですかね。よいしょ。というわけで、本日は皆さんからの書き込みを全件チェックいたしました。なので、今回もそうですけれども、来週もまた来週でいろんなニュースがいろいろ出てくると思いますので、皆さんの関心のあるものについて書き込みどんどんとしていってください。また、今回は旅好き和夫さんがカレーの話も書かれているように、別に時事問題や政治ニュースとは全然関係ないところでも特に問題はありません。私の答えられる範囲でお答えしますので、特に気にせずそういった書き込みもお待ちしております。というわけで、本日2022年1月22日の生放送、皆さんからの雨の中の雲さん。それはダメでしょう。その書き込みは非表示にされますわな。そんなこともありまして、
いろんな書き込みについて特に制限はかけておりませんので、どんどん書き込んでいってください。そして土曜日の夜というのは、まあ、なんとか定着できるんじゃないかなと自分自身思っているので、皆さんも、まあ、時間があったら、ぜひともまた来てくれると嬉しいです。それでは皆さん最後までお聞きしていただきありがとうございました。本日はここにて終了でございます。それでは皆さんおやすみなさい。またね。